残りわずか。あと2点。この5文字を見ると、なぜか胸がキュッとなって、気づくと指がボタンに伸びている。私はずっと、これは買いのサインだと思っていました。でも先月ある人の一言で、あの焦り、本当は急がなくてよかったのかもしれないと気づいたんです。火曜日の夜8時過ぎ。シャキの自宅で私はショッピングアプリを開いたまま20分も閉じられずにいました。カートには少し気になっていた子供用のリュック。画面の下で在庫残り3点の赤い文字が踊り、横でタイマーがあと2時間14分とカウントダウンしている。別に今日いるものじゃない。それなのに買わないと誰かに取られる気がして結局ポチッと押しました。押した後で思ったんです。これ今日じゃなきゃダメだったのかなと。スーパーでもタイムセールの値札につい手が伸びて帰ってから後悔する。最初は自分の意志が弱いんだと思っていましたが、どの店もどのアプリも必ずこの表示がある。私が弱いんじゃなくて誰かに急がされているんじゃないか。その話を元スーパー勤めの友人真島さんにしてみました。かおりちゃん、あの残り何点って数字ね、倉庫の実際の数と同じとは限らないよ。いくつ以下で残りわずかを出すかはお店側で決められるの。実在庫が50個あっても残り3点って見せられる。あの赤井さんは倉庫の現実じゃなくて誰かが選んだ表示だったのかもしれない。不思議なんだけど、その表示を出すと買うペースは速くなるのに1回に買う量は減るの。早く買わなきゃとたくさんは買えないが同時にスイッチ入るから。実際在庫を少なく見せると次に買うまでの間隔は1割以上早まるのに、1回に買う量は2割近く減ったという調査もあります。急がせると同時に財布の紐まで小さくしてしまう。それに海外の消費者保護当局が399個のネット通販サイトを調べたら、42のサイトで偽のカウントダウンタイマーが使われていました。あのあと2時間14分さえ本物だったのかわからない。でもなぜ私の心はこんなに簡単に急ぐんだろう。その時娘がガチャガチャの前で半泣きになっていました。あと1個しかない。早く回さないと取られちゃう。その顔を見て自分のことだと思ったんです。焦りの正体は改札の閉まりかけたドアに似ています。もう一本待てばいいのに閉まりかけるとなぜか走り出してしまう。これ気のせいじゃなかったんです。失う痛みの方が同じ額の得する喜びより2倍も大きく感じられる。だから残りわずかは得を逃す話じゃなく損をする話として2倍の重さで届く。在庫の数字が3にと減る演出も急に減るほど価値が高く見える心理を狙っている。自分の欲しさで買ったつもりが外から押されたスイッチで動いていたんです。ここまで来て私は思い込みました。これは焦らせる手口で見破りさえすれば私の勝ちだと。ところが真島さんにやっぱりこれってお店の手口だよねと言ったら、彼女は首をかしげたんです。手口を見破るって考えてる時点でまだその土俵に乗ってるんだよ。見破ろうが見破る前が急いで買っても買わなくても損得はほとんど変わらないことが多いの。その瞬間足元が抜けたような感覚になりました。手口を見破れば勝ちだと思っていたのに、勝ち負けの土俵そのものが作られていたとしたら、気になって調べて私は電卓を2度叩き直しました。海外の消費者団体が特別セールと宣伝された175個の商品の値段をセールの前後1年近くずっと追いかけたんです。結果その 83% はセールを外した1年のどこかで同じかそれより安くなっていた。急いで今だけに飛びついた人と待った人の差はほとんどなかった。比べるための元の値段が実際の販売価格より高く設定されていたケースが6割以上という海外調査もあります。つまり私が焦っていたのは希少だからでも手口に弱いからでもない。急いでも急がなくても結果がほとんど変わらないことが多いのに、
変わるかのように見せられて、作られた時間の中で走らされていただけ。焦りの土俵に最初から乗せられていた。それが分かってからレジ前の景色が変わりました。この前もタイムセール3割引きの惣菜に手が伸びかけて急がされているなと気づいた瞬間、指がほどけて一瞬止まれたんです。本当に食べたい一つだけを買って帰りました。アプリで気になったものはカートに入れたまま、明日もう一度同じ値段か見てみることにしました。焦りに乗って5個カゴに入れるのと、食べたい1個を選ぶのは別のことだから。そしてこれは私の気のせいで片付く話でもありません。日本でも売っていない値段を定価と見せて値引きしたように見せかけた会社が、5000万円を超えるお金を国に納めるよう命じられた例があります。私のあのそわそわは、私が弱かったからじゃなく、設計された焦りだったんです。今でもスマホを開けば残りわずかの赤い文字はついています。ただ、あの5文字を見るたびに一つだけ思うようになりました。この残り時間は一体誰の時計で動いているんだろうと。私の暮らしには本当はカウントダウンなんてどこにもない。あなたの今日のカートに灯る赤い文字は、あなた自身の時計ですか？それとも誰かが手元で回している時計でしょうか？この動画が次にレジの前で一度立ち止まるきっかけになったら嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録でまた一緒に考えていけたら